にちは。今回はダンダダン第13話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。アポカリプスホテルで見た。食われた母。そりゃそう。食われてんじゃん。やっぱり食われた。これは死んだ。普通に食われるんかい。踊りとポーズが気に入らなかったのか。雨の次の日にアスファルトの上でこんなのが干からびてたら嫌やな。アポカリプスホテルじゃ養殖して料理にしてたモンゴリアンデスワーム。なんか探したら本当にいそうな感じがいいよな。モンゴリアンデスワーム。どういうこと？磁力に当てられてる。ここまで一気でやれよ。終わるの早くない？おかるんまた疲れた。体感5分アニメ。いいとこで終わった。ここで引きか。相変わらずわけわからん展開だった。相変わらず30分早い。何かよくわからんとこで終了。相変わらずわけわからんけどテンションだけは高えな。勢いは相変わらずでよかった。素晴らしい見応え。125点。めっちゃ面白い。初回から飛ばすな。この速さならバムラまで行くかな。オープニングもエンディングも一気の方が良かった。オープニングエンディングは一気の合唱。まあ安定して面白かった。2期も出来が良いな。1期のオープニングとエンディングが良すぎた。ナルト味を感じるなこのエンディング。わかる。本編と作が違うし。ほんと最近のアニメは一発狙いで踊らせるな。マッシュルがそれでバズったから。クリーピーナッツの楽曲ありきなのにな。オープニングエンディングは第1期を超えるのはなかなかに難しい。オープニングめっちゃダンダダンの世界観に合ってた。相変わらず金かかってるアニメだな。1期1話と一緒でいきなりつかみが強いな。さすがに作画はいいな。ところでこんな意味不明なストーリー、外国人アニオタに通じるの？ 1期は配信世界派遣だった。アニメ1期信者の俺でも2期の前半は受け悪いと思う。3期ぐらいが一番面白いからそれまで我慢よ。実写化するならこのババアの役割誰にやらせるか。こういうのはみんな柴田理恵でいいよ。あのおっさんやババア全員名前あったのか。ああそうだ、聞いたことあると思ったらハグリッドの人だ。すっきりした。アクサラアイラが出たらこの1時間あや寝るアワーになるのか。神椿と体感時間がだいぶ違うぞ。相変わらず面白くて安心した。2期は後半から面白い。3期は1期より面白い。頑張ってみてくれ。一期みたいな面白さあるんかな。ヒントが出てこなかったら1クールで時事しかやらないことになるやん。祈祷どもはまだ生きてんの？なんだかんだで勢いあるから面白いわ。1期オープニングを超えた2期オープニング存在しない説。今期新作アニメで期待できそうなのどれ？着せ替えドール。アトフェルマー。続きだけど青豚。アニメ作画動画声優はいいけど主題歌&エンディング曲はいいの抑えられなかったっぽいね。抑えるも何もソニーがこれねって。ダンダダン絵だけで中身ないとか言ってたやつどこ行った？半年間溺れ続けたももちゃん。このババアども人間じゃないだろ。紀藤家は怪しい踊りを踊った。紀藤家は食われた。こんなに食ったらオロチ様腹壊すわ。アニメで見ても紀藤家は不快だわ。時事編はちょっと敵がキモくてあんま好きじゃないからさっさと終わらせていただこう。敵はだいたいキモいのでは。色がついたから余計にね。こいつら祈祷家にも悲しき過去あるんでしょ。ないしだいたいこいつらのせいです。というか普通に宇宙人の類にしか見えんだ。紀藤家の開演が良かった。モンゴリアンデスワーム。不物のために毎回家を建てるって大変だな。やっぱももちゃんは太ももだな。この村生犯罪ばっかじゃねえか。安定してくっそ面白えな。待望の第2期がスタート。いきなり祈祷家の関係者が大暴れで田舎の飲酒や排他的な感じ、嫌なところが詰まりまくって最高だったな。大蛇伝説の大蛇が出てきたかと思いきやモンゴリアンデスワームで続きが気になりすぎる。一期ラストで出てきたおっさんたち単なる不審者だったんかいって思ったら怪異だった。
怪異を崇め祀ってた一族だけど人間。まあ全員あっけなく食われてて諸業務上だった。モンゴリアンデスワーム戦だけど、今までターボババアとかよりはまあなんとかなりそう。大蛇伝説を調べるとき、オカルンを思い浮かべるもも可愛い。ジジのハイテンションは、人受けに虐げられ、本心を見せないため身につけた処世術かも。そう思うと辛い。祈祷一家は体能力的にただの人間か、食われた指導でもいいか。地下の町、暴走オカルン、相変わらず引きがうまい。人受け気も過ぎないか。ババアのカンフーがバッチリ決まっているところがまたキモくて好き。あっさりヘビシンに食われたけどまだ活躍してほしいな。ターボババアは女性を守る妖怪だから露天風呂崩壊も納得。後半始まってすぐにパワフルな展開で今後も楽しみ。2期という名のにクール目みたいな始まり。ジジの家に大勢のおじババが押し寄せ、何これと思うのもつかの間、徐々に戦闘モードに入って先入観をぶち壊していく流れが完璧。新たに大蛇の敵オカルンの暴走で次回も楽しみ。めちゃくちゃ良いところで終わった前期から待望の2期スタート。初回からめちゃくちゃ面白い。祈祷のババアとモモちゃんの白熱バトルに大興奮からのモンゴリアンデスワームとかワクワクしないわけがない。モモちゃんのお色気とアクサラ級の感動エピソードがあればと期待。1期目、世界地クール目、最終話からシームレスに話を始めて、アクションで一気に空気を高めてくる演出構成のうまさよ。やっぱクソ面白いわ。それにしても、この作品に出てくるババアって、みなつえんだな笑い。温泉地の大蛇伝説。ジジの家の壁の中には、すごいところで終わった1クール目だったけど、その熱をそのまま引き継ぎ、エンジンフルスロットルの再始動。1クール目初回との対比も巧み。相変わらずの勢いと面白さ。バトル作画とスケール感に大満足。ターボババアが改めて良いマスコット役だな。さすが今期の大本命。期待を外さない面白さ。相変わらずアクションシーンの動き良いね。和歌山紫音さんの力いっぱいの演技最高。祈祷のボスの動きはジャッキー・チェンのジャケンパロだね。大蛇の正体は巨大モンゴリアンデスワーム。キモい。しっかしこれ倒せるの。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。